御三家。それはポケットモンスター各シリーズの一番最初にもらえるポケモン。月光が、リザードン、バシャーモをはじめ、各世代の御三家は対戦環境でも活躍を見せています。現在の使用率トップ100を見ても、各世代から少なくとも1体は出ていることがわかります。そう、あの世代を除いては、譲渡地方第2世代。そう、3体とも使用率トップ100に入れていない悲劇の世代。人々はこのポケモンたちを覚えているのだろうか。使用率192オーダイル。なぜギャラドスじゃなくてオーダイルを使うのでしょうか。ギャラドスでいいんです。使用率216爆風。なぜリザードンじゃなくて爆風を使うんでしょうか。リザードンでいいんです。使用率382メガニウム。一体メガニウムに何ができるんでしょうか。なんと臭い花にすら負けています。ゲームフリークさんお願いします。彼らにメガ進化を与えてください。メガニウムがメガニウムになってしまう？それでいいんです。私はこの忘れ去られし絶望の世代を救いたい。お前らは歴代御三家の恥なんかじゃない。私が、進撃させてみせる。またものすごいパーティー組んできましたね。私は証明してみせる、第2世代御三家が恥なんかじゃないことを。心意気は分かったんですけど、右3体は何なんですか？本当は第2世代の御三家だけで対戦に潜ってもよかったんだが、そんなことをすると相手に舐められた選出をされてしまい簡単に勝ってしまいそうなので、あえて現環境トップの御三家を右に配置しました。つまり決して右の最強の御三家に頼ることはないってことですね。ないんですよね。選出は爆風、メガニウム、リザードンで行こうと思う。リザードン出してるじゃないですか。リザードンはあれだ、相手をビビらせる要因ですな。ほう。それではお相手さん、対戦よろしくお願いします。初手は爆風3体確テテフです。こちらの爆風さんは最速スカーフ持ち、つまり相手のテテフより確実に速いです。爆風はメガ進化前のリザードンと種族値が完全に同じ。しかしリザードンの完全劣化ではないのです。噴火という技は HP が満タンの時、威力がなんと150。そんな大技を反動なしで打てるのです。いくらテテフといえどもタイプ1の噴火を耐えることなんてありえないでしょう。余裕で耐えられましたね。しかしテテフの再起根も一発くらい耐えてくれる。爆風3即死です。しかし私たちにはまだメガニウムさんがいる。メガニウムさんは非常に耐久力が高い。ここで光の壁を張ることでテテフの再起根くらいに回耐えられるでしょう。なるほど、このメガニウムさんは壁張り要因なんですね。さあメガニウムの耐久力をとっとご覧あれ。これ絶対次の再起根耐えられないですよね。ていうか壁張りで第5世代御三家ジャローダさんを使わずに、メガニウムさんを使う理由って何かあるんですか？ないです。ですよね。譲渡御三家爆風さん、メガニウムさん、テテフに瞬殺されましたよ。大丈夫、私たちにはリザードンさんがいる。第2世代どこ行った？結局リザードン任せですか？爆風が削って、メガニウムが壁を張ってくれたからこそ、こうやってテテフをミトチャの起点にできるのだよ。そうですか。お相手の2体目はメガボーマンダです。相手が耐久無不利ならメガパ氷で確定一発、耐久不利なら乱数が絡んできますが。これが初代御三家最強リザードンです。強すぎる。お相手の3体目はスイ君です。ソーラービームで一発とはいかないが、メガニウムの壁があるので熱湯も余裕で耐えました。リザードン最強。第2世代御三家が泣いていますよ。それではお相手さん、対戦ありがとうございました。さあ2戦目ですな。さっき見たくリザードンさんが全部持っていくんじゃなくて、第2世代御三家の活躍が見たいんですが。仕方ないな。じゃあ先ほどのように壁を張るメガニウムさん先発で、積みアタッカーのオーダイルさん、スカーフ奇襲の爆風さんでいこう。おお、やっと第2世代御三家勢揃いですね。今度こそ第2世代は恥なんかじゃないことを証明してほしいです。そういえばこれ QR パになってますが、自分で育成して自分で登録した QR なのでご安心ください。ほい。それではお相手さん、対戦よろしくお願いします。相手の初手はランドロスです。こっちは壁張りのメガニウムさんですな。タイプ相性的にも出落ちは避けられそうですね。
まあ飛行 Z とかでない限りは突っ張ってくることはないので壁を張っていきましょう。持ち物光の粘土によって、壁ターンが5ターンから8ターンに伸ばせます。お相手は引っ込めです。飛行 Z じゃなくてよかったですね。ロトムか。リフレクターから張ったので、光の壁を張る前にオーバーヒートで落とされてしまいますが。いやこれはむしろチャンスですな。ここでメガニウムさんを落としてくれれば裏のオーダイルさんで有枚の起点にできる。またオーダイルさんを止めれそうなのはタスキジャローダか最速スカーフロトムくらいでしょう。この選出でタスキジャローダが後ろにいるとは考えにくいし、最速スカーフロトムも多くない印象ですからな。なるほど。メガニウムさんお疲れです。オーダイルさん降臨です。さあ相手の特攻は2段階ダウンしているのでここで10万ボルトが飛んできても余裕でしょう。満を持して有枚を積んでいきます。お相手はロトム引っ込めです。ミミッキュですね。メガニウムさんが張ってくれた壁のおかげでミミッキュ対面も安心ですな。オーダイルは初手、有枚や。これでオーダイルさんの火力はバグレベルです。特性力ずくで火力が 1.3 倍、持ち物命の玉で 1.3 倍、そして有枚で 1.5 倍ですからね。オーダイルよ、お前はこんなところでくすぶっているやからじゃない。思い出せ、御三家の恥だと蔑まれた屈辱を、教えてやれ、ギャラドスよりもお前が強いってことをな。ミミッキュは攻撃を1回無効にできるとはいえ、リフレクターのあるオーダイルさんは Z でも落とせないでしょう。オーダイルさんの防御力は結構あるからな。メガニウムさんの壁がしっかり生きてますね。壁がなかったら影打ち圏内だったかもしれません。さあ使用率192が1位をぶちのめすぞ。メガ進化できなくたってな、十分やれるんだよこのポケモンは。急所じゃなくても一撃以外ありえませんな。やりましたねオーダイルさん。ロトムが帰ってきました。まああっても純速スカーフなので上は取れてますな。これも一撃以外ありえないです。おう。使用率192と2。もちろん192の方が強いよな。5つ目ランドも一撃です。オーダイルさん環境トップ相手に3立てですね。それではお相手さん、対戦ありがとうございました。3試合目です。対戦よろしくお願いします。1動画で3試合は珍しいですね。メガニウムさんは壁張り、オーダイルさんは3立てで活躍してくれたが、爆風さんがまだなのでな。なるほど。ちなみに爆風さんは私が全ポケモンの中で一番好きなポケモンです。そうなんですか。今回もいつものようにメガニウムさんで壁を張ります。さすがにトンボ帰りくらいなら、耐えるよな。どこかメガニウムさんを信用してないところがありますよね。でもタマフェローチェのトンボでこれはなかなかの耐久と言っていいんじゃないでしょうか。2体目はキノガッサですね。こっちがタスキ持ちでしょう。キノガッサの前でリフレクターを張れるのは美味しい。草タイプなのでキノコの奉仕は無効ですし、他の攻撃ももう1回耐えそうですね。たまにいる玄米持ちを警戒するのと、タスキ割りも兼ねてドラゴンテールでいこうか。ドラゴンテールは相手を攻撃しつつ強制的に交換させます。マッパパンチですか。壁もあるから余裕だな。タスキを割れたのは大きい。3体目はサザンドラですね。よし、メガニウムさんは十分すぎる仕事をしてくれた。壁を張りつつフェローチェとキノガッサの攻撃を耐えるなんて多分ジャローダにはできなかったでしょう。多分、なかなかそういう場面はないんですけどね。火炎放射か。これスカーフ持ちとかだと嬉しいんだがな。裏のリザードンさんからでも爆風さんからでもいけますからね。爆風さんには気合玉があるが、外すとあれなのでリザードンさんから行きましょう。リザードンさん降臨です。フェローチェの上を取れるようにニトロチャージで行きます。流星群が飛んできたら知りません。スカーフ1点読みですか。リザードン Y の特性は日照りなので、裏の爆風さんの炎技の火力を上げたり、ソーラービームをノータイムで撃てるようになります。あ、上取ってるってことはこのサザンドラスカーフじゃないですね。マジか、リザードンって流星群耐えられるのか？いや、スカーフじゃないってことは Z もあるんじゃ。うわこのモーションはアク Z ですね。サザンドラの火力のアク Z、さすがのリザードンさんも耐えられないんじゃ。耐えた。リザードンさん恐るべしですね。さすがは歴代御三家の誇り。ここはメザパで少しでも削ります。すべては爆風さんに託された。やっぱりこのサザンドラ結構耐久に振ってるのかな。リザードンさんが Z 耐えるってことはそういうことかもしれませんね。リザードンさんお疲れです。
さあこれで全ての準備が整った。リザードンさんの特性により今の天候は晴れ。さらには最速フェローチェより速いスカーフ爆風さんによる噴火。一体誰がこのポケモンを止められるだろうか。リザードンはこの爆風さんのお膳立てに過ぎなかったのだよ。爆風に思い出せ、劣化リザードンと蔑まれた日々を。そして知らしめろ、お前が歴代御三家の恥なんかじゃないことをな。ほらさすがに半減でも落とせますね。まあ無駄急所でしょうな。キノガッサから来ましたね。ここでメガニウムさんがドラゴンテールでタスキを削ってくれたのが生きるな。タスキがあったらキノコの奉仕されてましたもんね。しかもまだ壁ターンがあるのでマッパパンチも余裕ですな。噴火の火力は残り HP に比例するのでありがたいです。はい一撃。環境20位のキノガッサを葬ります。ラストは環境44位のフェローチェ。爆風にお怒れ、この世界を破壊しろ。メガニウムさんとリザードンさんのサポートがあったとはいえ、爆風さん格上相手に3立てです。それでハオ相手さん、対戦ありがとうございました。3試合もお疲れ様です。今日は奇跡の世代活躍会でしたな。最弱の世代の間違いでは、ざっと使ってみて、うまくはまればそこそこ使えるけど、やはり火力も耐久も厳しいという印象でしたな。ポケモンは世代が進むにつれて火力も耐久も全体的に上がってますからね。どうしてもメガ進化が欲しいところではあります。同じ第2世代でもメガ進化できるポケモンたくさんいるのにな。圧倒的ゲイフリさんの裁量。私はメガ進化できない理由はメガニウムさんの名前にあると思ってるんだけどな。メガニウム。そんな見捨てられ、忘れられた第2世代御三家がメガ進化を習得する日を夢見て、今日も私はレートに潜るのです。じゃあ今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。また見てね。